Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい。先月ぐらいにですね、布団の衣替えをしたんですよ。もう6月に入って結構暑くなってきたので、そろそろね、冬の布団は完全に終わりにして、もう全部洗ってしまって、で、夏用の本当に薄い布団に変えたんですよ。なんですけど、6月、7月って梅雨の時期じゃないですか。そう。なので、雨が降ってない日とか、天気がいい日はもう結構暑くて、その薄い掛け布団で完璧なんですけど、でも雨が降ってる日とか、あと台風が来た日とか、そのね、梅雨でちょっと涼しいなっていう日は、夜寝るとき、その薄い布団だけだと、ちょっと寒い時もあって、なので薄い毛布もねしまっちゃったので、その薄い毛布だけはまだしまわなくてもよかったなーってちょっとだけ後悔してますけど、もうそう、全部きれいに洗ってしまっちゃったので、このまま頑張りたいと思います。はい。みずきです。チャンネル登録お願いします。今日のテーマはですね、視聴者さんがリクエストしてくださったテーマで話してみたいなって思います。で、そのテーマは何かって言いますと、友達とかと集まってて、自分が帰りたい時になんて伝えたらいいかとか、あとは逆に、例えば自分の家に友達に来てもらって遊んでた時とかで、そろそろ帰ってもらってもいいかなっていう時、帰ってほしい時になんて言ったら失礼じゃないかとか、そういうなんか帰りたい時、もう終わりにしたい時にどんな日本語で表現したらいいのかっていうことについてちょっと話してみたいと思います。はい。せっかくね、リクエストいただいたので、それについて話してみたいと思うんですけど、今日もお母さんが協力してくれるっていうことなので、お母さんと一緒に話していきたいと思います。はい、それじゃあまた後でね。ヤッホー。やっほー。聞こえますか？聞こえるよ。はい、よかった。うん。今日は元気？うん、元気だよ。うん。今まではね、ちょっとね、アイスブレイクっていうか、雑談をまみちゃんとしてメうん。インテーマに入ってたんだけど、うなんか、そん。の前に一人でうん。オープニングを撮って、そのうん。時も一人で雑談してるから、もうここうん。は急にメインテーマに入った方がいいかなと思って。なるほど。ということで、今日も急にはい。始めていきます。はい。で、今日のうん。テーマは、停電。自分が帰りたい時、そして人に帰ってほしい時、あなたならなんて言いますか？おー。なるほど。はい。っていうね、ちょっとリクエストをもらったので、うどんん。な日本語の表現を使うか、一緒に考えてもらいたいと思います。そうだね。ちょっと考えながら話す感じのテーマだね。うんうんそうだね。うん。まず、うん。うん。自分がうん。人より早く帰りたい時うん。の方が、うん。私的には考えやすいかなと思うんだけうん。ど、うん。なんなんか、か、シチュエーションはなんていうの、どこから家に帰り、どっかにいて、うん、みんなで、お食事している時とかってうん。こととか、まあ別に何でもいいんだけど、まうみちゃんん、だと、例えば飲み会、友達たうん、ちと飲み会やってうん、て、で、みうん、んなはまだ帰らなそうだけど、ちょっうん、と自分はそろそろ帰りたいかな、とあか、あ、まあ、誰うん、かの家にちょっと大勢で集まってて帰りうたいん、とか、あシチュエーションはあ、何でもいいけど、うん、そう、それなりの人数、うまあ、2人ん、とかだと少なすぎるから、3人、4人以上ぐらいういる場ん、面で、なんか、うん、
まだ終わんなそうだけど、自分うはん。帰りたいなーって思ってるとき、どうするああ、なるかみたいな。ほど。ああ、うんうんうん。ちょっと想像してみた、今。うんう想像んうん。できた？うん、なるほど。え、うん、まあ夜だったら、すうん、ごい、夜の本当にそういうこう、みんなで飲み会とか、ね、うん、なんかの会で集まうん、ってる時に帰るのは、あ、ちょっと私遠いんで、とかって、電うん、車がもう、あとちょっとしかないから、みたいな感じで、うん、うん、遠いから早めに帰るみたいなうん。感じで、電車に乗らないといけないから、あ終電なくなあ、っうん、ちゃったら困るからみたいな感じで、でも終電の2本ぐらい前とかにほら安全を期してそのぐらいにうん、帰るよみたいな感じで、うん、それより早く帰ったりとかうん、するかな。うんうん。うん、そうだね。電車は結構理由としては使いやすい。そうだね。うん。もしえ、遅延とかして帰れなくうん、なっちゃったら困るからとか、うん、そういう感じで。うんうんううん。ん、うん。それうんはさ、ちなみに、うん本当に電車がやばいのうんか、そうじゃなくうんて、まあ、自分うんはもうそろそろ帰りたいから、いい理由として使うのか、どっちの感じが多いの？どっちもあるけど、うん、うん、あ、そうだね。でも本当かもしれない。本当に電車がなくなっちゃうからかもしれない。うん、ああ、そうだね。ううんん、うんうん。あえ、とは、そう、うん、昼間だったらとかも考えたけど、例えばああ、昼だったら電車なくなんないじゃない？うん、そう。なんか例えばお昼になんかの集まりで行っうん、て、うん、でもなんか2時間ぐらいでもうそろそろ帰りたいな、みたいな時うん、は、なんかこう、次の予定をちょっと言ったりするかも。あ、ちょっとうん、私、家族にちょっと頼まれうん、て、うん、ちょっと行かなきゃいけないところがあるんで、とか、うん、そうそうそう、なのでちょっとそろそろ用事が、ちょっと家族を迎えに行かなきゃいけない用事があるんで、とか、うん、家族を使う。うあん、の例えば水木と一緒に住んでたら、あ、ちょっと娘に、迎えに来て、もうそろそろ迎えに来て、みたいな感じでうん、頼まれてる時間があるので、あ、もうそろうん、そろ行かないと間に合わないから、とかう言っん、て、その家族になんか、絡めて、とかにしうようかん。な、と思う、そういう時は。うん。そうだね。うん。そう思うと、やっぱ電車とか家族とか、なうんかそん。の場にいる人たちをあんま傷つけないっていうか、う悪くん。思うん。わないような理うん。由を言ってうん。帰るのがそう。一番帰りやすい。そう。なんか一応、なんだろう。そう。あんまりそこの人たちと関係ない理由がいいかな、みたいなね。うんうん。うん。そうそう。いや、そうだね。そうだよね。大変だね、みたいなとか。うん。うん。あとはちょっと親が今ちょっと体調悪くて、みたいな。心配だから、とか。適当にいろいろ。何でもうん。使える。そそうだね。う。うなんかん。さ、ストレーうん。トにさ、あ、帰りうん。ますとか、ちょっともううん。帰りたいんでとか、よりかあは何かあ、しら理うん。由を言うそうだね。のが多ういかな。んうんうん。そう。本当はもうちょっと痛いんだけど、みたいなう雰囲気ん、で、あ、でうん、もこうしなきゃいけない理由があるみたいなう感じで、ん、そうそうそう。そうだね。そうだね。ちょっといいね。うん。残念な感じで。そう、残念な感じで。うん。うそうだね。そう思うと、ん。それはそれで日本の文化なのかもしれない。そうだよね。帰りたいかわかんら帰りないけど。ますとかは、もううん、ちょっと飽きましたとか、つまんないとか絶対言えないから、うん、そうそう。それはあるね。そうだね。うん。うん。うん。私の場合は、特になんかあんまり夜遅くまでうん。外にいたくないっていうか、う数時ん。間遊んだら人うん。にもよるけど、うもん。うなんか家に帰りたいかなって思ってきうん。ちゃう人だから。うん。だからそういううん。時は夜だったら電車を理由にするし、うん。あと、もし、そう、まみちゃんとかが迎えに来てくれるってなったら、なんかそろそろ
迎えが来ちゃうからとかうん、いね、ううん。自と分でその時か、間に呼んでんだけど、みたいな感じだそうそうけど、そう。ね、そそう、迎えの都合でそろそろ行う。うかないとん、やばそうとかうん、ね、う言ったん、うん、りとか、あとはなんかお昼ぐらいからうん、友達たちと集まってたら、うん、うん、なんうかん、このまま行ったら夜ご飯もみんなで食べるのかな、どうなのかなみたいな微妙な時間の時に、なんかちょっと疲れたからもういいかなって思ったら、うん、なんかうん、夜ご飯ちょっとおばちゃん家行くからそろそろ行くわとか、やっうぱ家族をん、理由にするかな。そう、約束してあるから、みたいなね。うそう。ん、あー、そうだね。なんそういうか、のあるよね。うん。そう、そこでちょっとうん。恋人と予定あるからとか、別に行ってもいいんだけど、なうんかパートん。ナーを理由にすると、あ、なんかそっち優先するんかって思われるかもしれなああ、いか確から、に。うだったん。ら、なんか家族とか、あうん。と、そうだね、おばあちゃんとか言ううと、あ、ん。行った方がいいよってなるかな、みたいな。そうだよね。わかる。わかるうん。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 っていうのはあるかもしれない。うん。そうだね。ううん。ん。うん。で、逆のシチュエーションうん。は私あんまりないんだけど、う例えん。ば家に人を呼んで、そうろそろお開ん。きにしたいかなっていうシチュエーシうョンあった、ん。今までに。あ、でもね、そろそろ夕方だし、もうね、うん。遠いから、ね、そろそろ終わりに方がいいかな、みたいな感じで、うん。帰んなくて大丈夫とか、うん。うん、そうそう。心配してる感じでああ、言うかも。うん、なるほどね。まあ、う一応ん、本心でもあるし、うん、そろそろかなって思ったら、相う手の心ん、配をし始めるっていうん、う。うん、うん。で、そうやって言って、いいや、まだ大丈夫とか言う人はあんまりいないかな。そうね、そろそろねっていう、まあ、頃に言うかうん。らだと思うんだけど、ううん。ん。そろそろ開きにしよっかとかうって普通ん。に言っちゃうかも。うん。うん。そうだね。うもしそれん。で、あんまりそういうの気づかない人だったら、全然大うん。丈夫だよ、まだいるよっていう人うがいるん。かもしれないけど。うん。そうだね。どうしよう。うん。まあ、大体が、空気を読んでくれるかなと思うけうど、ん。うん。そうそういうのだね。が鈍感な人だったら、めっちうゃストレーん。トに言わないと伝わらないとき、たまにあるかな。うん。あんまり、そうだね。最近はないけなかった。ど、ないけど、うん、うん。そうそう、なんとなく、じゃあ、例えばうちでこうみんなでパーティーとかしたら、うん。なんか、片付け始めるかも、なんとなくお皿とか。ああ、そろそろ洗い物しようかな、みたいな、こう、うん、なんていうの、でもいいけど、片付うん、け始まるみたいな、ちょっとバタバタし始める。うん。終わりの雰そうすると、囲気をね。そう雰囲気を出すとか。ううん、ん、うん、うん。うん。そうね。そう思ううと、やっん。ぱ、ストレートに言うのは最終手段で、何かうん。しら心配をして終わりにしようとすうん。るとか、そういうう片ん。付けを始めて、察してうん。ねっていうのがあるかうん。も。そうだね。うん。うん。はい。っていう感じで、今日はなんか、ちょっとマニアックな日本語につうん。いてというか、帰うる時のん。言いうん。回しについて話してみたんだけど、どううだった？ん。そう、でも今ちょっと話してて、一うん、個気づいたのが、終わりにしようっていう時に、うん。お開きにしましょうとかっていうよね。うああ、ん。で、お開きっていう言うん。葉があるなって思った。うんうんうん。確かになんか、すごい仲いい友達とかだったら、うん。カジュアルに話すからあんまり使わないけど、でうも、そういうん。大勢のパーティーとか、うん。あうと、ん。フォーマルな場面とかあったら、うん。そろそろお開きにしますかとかはうん。
ちょっと丁寧な印象はあるよね。丁寧な。ね、そうそうそう。家族とか、私とまうん。みちゃんが一緒に行ったらさ、お開きにするとか言わないじゃん。言わないね。そうだよね。だからちょっとちゃんとしてるんだね。その子、大勢うのん。とかね。そうそう。そうだね。そそうだね。の集まりとか、なんかのうん。会を終わりにするっうん。ていう感じうだから、ん。うん。そうだね。うんうんうん。そうね。それはういいかも。ん。ありがとう。うん。うん。お開きですね。はい。うん。そんな感じで、マうん。ニアック日本語会はお開きにしたいと思います。はい。はい。ありがとうごじゃあ、ざいました。はい。本日もありがとうございました。はい。はい。じゃはい。あ、またね。バイバイ。またね。はい。ということで、今日はお母さんと一緒に友達と集まってる時に自分が帰りたい時とか、逆にそろそろ帰ってほしいなって思う時に、どんな言葉を使って伝えるかっていうのを話してみました。ちょっとね、今日はマニアックなトピックになったかなとは思うんですけど、なんか今日話してみて思ったのは、やっぱりそういう時にちょっとね丁寧にというか相手に失礼のないように悪い雰囲気にならないようにどう伝えるかっていうのを考えながら伝えている日本人は結構多いのかなっていうふうに感じました。はい。なので、もし日本にいてそういうシチュエーションになった時はぜひこの動画を参考にしてくださると嬉しいなっていうふうに思います。皆さんは皆さんの国でどんな風に言いますか？そしてそんなにたくさんのことを考えてなんか失礼のないようにとかそういう言い方をしますか？ちょっと気になったので教えてくれると嬉しいです。はい、こんな感じでコメントとかでねこういうトピックで話してほしいよってリクエストしてくださったらできるだけリクエストにお答えしたいなっていうふうに思ってますので皆さんも何かやってほしいトピックとかあとは私への質問とか何かあれば何でもコメントで教えてください。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。チャンネル登録とグッドボタン、コメントをよろしくお願いします。チャンネル登録者3000人目指してますので、ぜひご協力よろしくお願いします。そしていつも通りですが、私の日本語のオンラインレッスンは iTalki とプレプリでやってますので、一緒に日本語を勉強したいよっていう人はぜひ来てください。はい、それでは改めて最後まで見てくださってありがとうございました。また次回元気にお会いしましょう。またね。See you later. Bye bye.